失敗しちゃった。こんにちは、まいです。かっこよく美味しいマフィンを作るには2つのポイントがあります。材料の温度と型へ流し込む生地の量です。人にプレゼントできるような見た目のいいマフィンは誰でも簡単に作れます。人気のプレーン、チョコチップ、ベリーの3種類も作れるように詳しく解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。はじめに材料を準備します。冷蔵庫から出したての卵、牛乳、無塩バターを電子レンジを使って常温にしていきます。ここで1つ目のポイント、材料を常温にしましょうです。美味しいマフィンを作るためにはすべての材料が生地の中で馴染んでいる必要があります。そうならないと食感が悪くなってしまいます。馴染まない原因はバターの油分が冷えて固まって他の材料と混ざり合わなくなるからです。なので冷たい材料は常温にしましょう。電子レンジを使うと手早く常温にできるのでおすすめです。次にプレーン生地を作ります。無塩バターを泡立て器で混ぜてクリーム状にします。いい感じにクリーム状になったバターにグラニュー糖を加えます。そして泡立て器で白っぽくなるまで混ぜ合わせていきます。最初は黄色っぽかったバターがだんだん白っぽくなってきました。このぐらいで OK です。それでは卵を生地に3回に分けて混ぜていきます。一度入れるごとに滑らかで均一になるまでしっかり混ぜ込みます。ここから薄力粉とベーキングパウダー、そして牛乳を加えます。粉類、牛乳、粉類、牛乳、粉類という順で交互に加えながら混ぜていきます。加えるタイミングにコツがあります。粉類の粉っぽさが少し残るぐらいで牛乳を、牛乳の汁っぽさが少し残るぐらいで粉類を加えていきましょう。最後は滑らかで均一になったら混ぜ終わりです。ここからあまり混ぜすぎると硬い焼き上がりになってしまうので気をつけましょう。今回は3種類のマフィンを作るので生地を3分割にします。そのうち2つをやや少なめにします。これを具材の分量があるチョコとベリー用にします。次にチョコチップの生地を作ります。チョコチップをプレーン生地に加えて混ぜます。今度はミックスベリーの生地を作ります。解凍しておいたミックスベリーをプレーン生地に加えて混ぜます。全体をざっくり混ぜて、ベリーはあまり潰しすぎないようにするのがポイントです。そして生地を型に入れます。ここで2つ目のポイント、型へ流し込む生地の量です。生地の量は型の6割までです。ちょっと少ないかもと思うかもしれないけど、このぐらいでちょうどいい膨らみ具合になります。今回は試しに型の8割まで生地を入れたものも作ってみます。ベリーは生地の上に飾り用のベリーを乗せると見栄えが良くなります。焼くと膨らんで散らばるので真ん中の方に乗せるようにするときれいに焼き上がります。180度で予熱したオーブンで20分間焼きます。焼き上がりました。きれいに膨らんでますね。さて、生地の量を8割にしたマフィンは溢れちゃいました。生地の量が6割だとかっこよく焼けましたね。
皆さんも材料を常温、生地の量は6割をしっかり抑えて美味しくかっこいいマフィンを作りましょう。このチャンネルでは皆さんのお菓子作りや料理の参考になる動画を投稿しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。